はい、こんにちは、つづみです。今回は Steam 版 VTube Studio の基本的な使い方と最低限の配信や録画のやり方を紹介します。バージョンが上がり、基本的な使い方は変わりませんが、新たに追加された機能もあったので、改めて紹介したいと思います。興味のある人はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。まず VTube Studio とは、電池ソフトが開発した独自のライブ 2D モデルを簡単かつ楽しく実現する仮想 YouTuber 向けのアプリです。もっとわかりやすく言うと、初心者でも簡単に VTuber になれるアプリです。簡単に特徴を言うと、基本無料で使うことができる。UI がわかりやすいので操作が簡単。ライブ 2D モデルをインポートできる。ウェブカメラの代わりにスマホカメラも利用できる。他にもありますが、ざっと挙げるとこんな感じです。概要はここまでにして、これから操作方法を紹介していきます。本体のダウンロードですが、Steam を起動してください。検索で VTube Studio と入力します。無料を押せばダウンロードできます。インストールが完了したら起動を押してください。起動すると注意事項が表示されますので OK を押します。必要なら次回から表示しないようオンにしてください。画面左下に動くキャラクターが表示されます。こちらは有料版にすることで非表示にすることができます。スマホアプリと連携しても非表示にすることができるので、気に入ったらどちらか好きな方を購入してください。それでは最初にカメラの設定をやりたいと思います。まずはウェブカメラの設定です。左メニューの歯車アイコンをクリックします。上メニューのカメラアイコンをクリックします。右メニューのウェブカメラトラッキングでカメラを選択するをクリックします。使いたいカメラを選択します。解像度を 1280×720 以上の解像度にします。この解像度以上を選ぶことで瞬きやウインクが可能になります。カメラのフレームレートは最低でも30以上に設定します。フォーマットは最高のフレームレートで動かしたいので、モーション JPEG を選択します。トラッキング精度はレベル5を選択します。次にカメラをオンをクリックします。トラッキング画面が表示されるので、キャリブレーションを行ってください。キャリブレーションを行ったら消してください。これでウェブカメラの設定は終わりです。次にスマホカメラの設定をします。iPhone を例に説明します。左メニューの歯車アイコンをクリックします。上メニューの歯車アイコンをクリックします。右メニューのスマホ接続設定からサーバーを起動するをオンにします。スマホアプリの VTube Studio を起動します。アプリ版でもアイコンは一緒ですので、歯車アイコンをタップします。サーバーを探すをタップします。パソコン側の IP を表示させて、この IP を使うをタップしてからパソコンと接続するをタップします。トラッキングは自動で行ってくれますが、スマホアプリのカメラアイコン隣のアイコンをタップすると構成してくれます。また iPhone と iPad は USB 接続で使用することもできます。最初に iPhone をパソコンで USB 接続します。スマホアプリの VTube Studio を起動します。歯車アイコンをタップします。
USB 接続設定から USB 接続開始をオンにします。注意事項が表示されるので OK を押してください。次にパソコン側の VTube Studio で左メニューの歯車アイコンをクリックします。上メニューの歯車アイコンをクリックします。右メニューの USB 接続設定から USB 接続開始をオンにします。こちらも注意事項が表示されるので OK を押します。接続した iPhone が表示されるので選択して OK を押します。これでカメラ認識されます。構成は Wi-Fi の時と同じです。また iPhone をパソコンに接続する際は、この PC を信頼をするをクリックとテザリングはオフにしておいてください。これでスマホカメラの設定は終わりです。またスマホカメラを利用した場合ですが、発熱が結構ありますので、様子を見ながら利用した方がいいと思います。それでは順番に操作を説明します。左側にメニューが表示されています。一番下のバツを押すとメニューが非表示になります。再度表示する場合はダブルクリックで表示されます。配信や録画をするときはメニューを非表示にしておきましょう。人型アイコンはアバターを選ぶことができます。アバターの操作方法ですが、移動はドラッグ&ドロップ。サイズ変更はマウスホイールをスクロール。回転はコントロールキーとマウスホイールをスクロール。操作はこれだけです。自分で用意したモデルを使いたい場合は、人型アイコンの画面左の自分のモデルをインポートをクリックします。あなたのライブ 2D モデルをこのフォルダーに保存してくださいと表示されるので、フォルダーを開くをクリックします。フォルダーが開いたら、用意したモデルファイルを入れてください。新しいモデルを選択すると、モデルに対して自動セットアップを実行しますかと表示されますので、自身の環境に合ったものを選んでください。モデルをアンロードは画面に表示しているアバターを消すことができます。フォルダーにインポートしたデータを消すことではありません。モデルデータを消したい場合は、モデルデータを入れたフォルダーから直接モデルデータを削除してください。アバターの位置をロックしたいときは、黄色い鍵アイコンをクリックします。もう一度アイコンをクリックすればロックを解除することができます。人型アイコン隣のマークはスクリーンショットを撮ることができます。タイマーは10秒以内で決めることができます。背景を透明にするをオンにした場合は、保存したファイルの背景が白くなります。このファイルを編集ソフトで編集すれば、クロマキー合成なしで好きな背景にすることができます。背景を透明にするをオフにした場合は、保存したファイルの背景が VTube Studio で使用している背景になります。設定が終わったら OK をクリックするとスクリーンショットを撮ることができます。ピクチャーアイコンは背景を選ぶことができます。クロマキー合成をやりたい場合はカラーピクチャーを選択して OK を押します。注意事項が表示されますので OK を押します。
色は任意で設定してください。透過をオンにします。この状態で OBS で配信や録画をすればクロマキー合成が可能になります。こちらは最後にもう一度紹介します。背景を増やしたい場合は VTube Studio の画面からはできないので、直接バックグラウンドフォルダーに背景画像を入れることで増やすことができます。星アイコンはアイテムを選ぶことができます。アイテムを選ぶとアイテム設定が表示されます。ソート順でアイテムの位置を決めます。0がモデルの位置。モデルよりアイテムを前に配置する場合はバーを左。モデルよりアイテムを後ろに配置する場合はバーを右に。スムージングは滑らかにしてくれます。私は使わないので0にしています。ライブ 2D モデルにつけるはオンにすればアバターに追従してくれます。反転とモザイクはそのままの意味です。アイテムを削除する場合は右下のゴミ箱にアイテムをドラッグ&ドロップしてください。アイテムの位置をロックするときはダブルクリックか小さい鍵アイコンをクリックします。もう一度アイコンをクリックすればロックを解除することができます。自分で用意したアイテムを使いたいときは VTube Studio のアイテムフォルダにデータを入れることで選択が可能です。また用意したファイルをドラッグ&ドロップで表示させることも可能です。ただこの方法だと VTube Studio のアイテムフォルダに追加はされません。三つ星アイコンはキーボードでアイテムの表示・非表示を切り替えることができます。やり方は使いたいアイテムをセットします。三つ星アイコンをクリックします。新規アイテムシーンの作成をクリックして OK を押します。アイテムシーン名を入力します。アイテムシーングループの入力は任意ですので必要な人は入力してください。セーブを押します。注意事項が表示されるので OK を押します。歯車アイコンをクリックして設定画面を開きます。上メニューの映画アイコンをクリックします。キーバインドメニューが表示されます。各項目はオンにしておいてください。一番下までスクロールします。プラスマークをクリックします。アクションタイプをクリックしてアイテムシーンの切り替えを選択します。アイテムシーンをクリックして先ほど作成したアイテムシーン名を選択します。キー1かレックボタンで割り当てたいキーを選択します。今回はキーボードの左に割り当てました。ボタンを押すとアイテムが表示されます。もう一度押すとアイテムが非表示になります。Steam アイコンは Steam ワークショップを利用してアバターのモデルやアイテムをダウンロードや共有することができます。試しにモデルをダウンロードしてみます。注意事項が表示されるので OK を押します。モデルをダウンロードするをクリックします。OK を押します。何を探していますかと表示されるので、今回は何も入力しないで検索を押します。右側に検索結果が表示されます。ダウンロードしたいモデルを選択します。OK を押します。本当にダウンロードしますかと表示されます。OK を押します。ダウンロードが終了すると完了画面が表示されます。OK を押します。モデルの確認は人型アイコンから確認します。
同じ要領でアイテムもできます。共有は自分で作成したものを共有する機能です。私はクリエイターではないので利用はしていません。歯車アイコンは各種設定ができます。ここは必要なところだけ説明します。歯車アイコンをクリックします。上メニューの歯車アイコンから一般設定、ロゴを隠すはオンにします。オフだと左下にロゴが入ります。スマホ接続設定、スマホアプリと連携する場合はサーバーを起動するをオンにします。USB 接続設定、こちらもスマホアプリと連携する場合は USB 接続開始をオンにします。リップシンク設定、マイクを使うをオンにします。マイクプレビューはオフにします。オンにすると音声が返ってきます。マイクを選択する。こちらは自身の環境に合ったものを選択します。上メニューのカメラアイコンをクリックします。右メニューの下の方にスクロールしてバーチャルウェブカメラがあります。こちらは Zoom などの任意のアプリに表示させることができる機能です。使い方はインストールヘルプを押します。フォルダーを開くをクリックしてインストール .batch ファイルを管理者として実行してください。インストールが終わったら起動するをオンにします。ビデオを反転するは好きな方を選んでください。あとは任意のアプリを起動してカメラ設定から VTube Studio Cam を選択すれば VTube Studio の画面を表示させることができます。上メニューの人型アイコンをクリックします。移動の設定、ガチ恋距離。オンにするとカメラに近づいたり離れたりするとアバターが近づいたり離れたりします。オフだと何も起きません。こちらは好きな方を選択してください。上メニューの映画アイコンをクリックします。キーバインド設定。こちらは割り当てたキーで表情を変えるなどのアクションを起こせます。キーバインドを使うをオンにすれば任意のキーを押すことで反応します。スクリーンボタンを使うをオンにすれば画面右に丸が表示され割り当てた番号を押すと反応します。キーバインドを増やす場合はアイテムの時に紹介した方法で追加してください。またジェスチャーのトリガーはウェブカメラでハンドトラッキングをして手の動きで任意のアクションをしてくれます。キーを押さないでアクションを起こしたい人は使ってみてください。ログアイコンはログファイルが表示されます。使い方は不明ですが、多分エラーとか出た時に確認するためのものかもしれません。それでは最後に配信や録画をする方法ですが、配信ソフトの OBS を例に説明します。VTube Studio を起動して背景で紹介したカラーピクチャーから10日をオンにしておきます。OBS を起動します。また本体は公式サイトからダウンロードしてください。左下のシーンを追加します。右側のソースからゲームキャプチャーを追加します。プロパティが表示されますので、モードを特定のウィンドウキャプチャーにします。ウィンドウで VTube Studio を選択します。10日を許可にチェックを入れます。OK を押します。この状態だと背景が黒くて寂しいので、右側のソースから画像を追加します。プロパティが表示されますので、画像ファイル参照を押してください。用意した背景を選択します。
また、ソースの順番は一番上にゲームキャプチャー画面にしてください。そうしないとアバターが画像に隠れてしまいます。マイクは VTube スタジオと同じのに設定してください。デスクトップ音声をミュートにすればマイクの音だけになります。ここの設定はどのような配信や録画をしたいかで変わると思いますので、ご自身の環境に合わせてください。これで最低限の環境ができたので、あとは実際に試してみてください。以上で VTube スタジオの紹介でした。UI がわかりやすいので、初心者の人でも簡単に VTuber になることができるので、興味のある人はぜひ使ってみてください。それじゃあ、またねー。